この使っていない保冷バッグとこのはぎれたちでかわいいものが出来上がるかな。夏休みが終わった。子供たちは無事新学期を迎えた。ということは渡米して丸2年か。早いな。渡米した時は右も左もわからず、不安の中学校準備と通学をしたけれど、今回は3回目とあって新学期もワクワク楽しめるようになった。学校が始まる前日は新しいクラスメートや先生と挨拶できる日で、この日は学校の校庭にかき氷屋さんが来ていた。息子はフォースグレード、日本だと4年生。長女はミドルスクールの6グレード、日本の6年生。今の学校は日本でいう小中一貫校。通う場所は変わらないけれど、システムはいろいろと変わった。5グレードまでは教科書もノートも筆記用具も全部学校に置いてあり、基本的にリュックの中身はほとんど空っぽだ。宿題も本のページを破って1枚だけ家に持って帰ってくる。斬新だ。一方、ミドルスクールは全部家から持っていく上に、授業の時間割も一人一人違う。授業ごとに教室を移動するので、日本でいうところの大学のようなルールだ。だから移動はこんな風にキャリーケースを使うのが主流だ。毎日パソコンも持ち歩くからとても重たく、バッグも結構パンパン。だからお弁当を入れるスペースがあまりない。入れることもできるけれど、教科書の出し入れの邪魔になるね。何かいい方法はないかな。キャリーケースにくっつけられるお弁当袋ができたら便利かな。よし。家にちょうど使っていない保冷ケースがあったから、これをうまくリメイクしつつ作りたいな。ファスナーもうまく利用したい。ここら辺をカットしてもっと立体的にしようかな。このファスナー部分も活かしたい。脇をリッパーでほどいちゃおう。こんな感じにするのはどうかな。
キャリーケースの上に乗せるからなるべく安定した形にしたいな。上の蓋部分の大きさを把握しよう。蓋の型紙はこんな感じだね。この大きさにカットしていこう。本体ももう少し高さを低くしようかな。保冷バッグで内布はだいたい形を把握できたから、次は表布だね。余ってる端切れをパッチワークして作っていこうかな。キャリーケースのバッグが青だから黄色だと相性が良さそう。さっき作った裏布の大きさを測って表布も同じように作らなくっちゃ。早速パッチワークしていこう。端切れを中表に合わせてどんどんパッチワークしていこう。
表布がパッチワークでできたからどんどん仕立てていこう。まずは脇を縫おう。次はまちを縫おう。余計な縫い代はカット。よし、裏布と同じ形になったかな？大丈夫そうだね。蓋部分を作っていこう。はぎれを蓋の大きさにカット。ファスナーに沿って中表に合わせて縫い付けよう。もう片方も同じように縫おう。少し丸っこくしたいから四隅を丸く切ろう。本体上部をバイアステープで包もう。蓋もバイアステープで包もう。今日はお隣に住むご家族と夜ご飯を一緒に食べることになった。そういうわけで我が家は野菜スープとサラダと
果物を持っていくことに。シュワシュワ噴水フルーツポンチも作って持っていこう。お弁当袋をキャリーケースにうまく装着させたいのだけれど、この余っている黄色いオーガンジーを使ったらどうかな。脇を縫い合わせよう。お弁当袋自体は持ち歩かないから、その持ち手はつけなくてよさそう。表に返そう。本体にこんな感じで合わせて、側面から後ろ側を縫い付けよう。このリボンでキ
キャリーケースの持ち手に結ぶ作戦だ。蓋を本体に手縫いで縫い付けよう。